この前のね対談の中でこれ以上上手くならない、不気味の狭間っていうワードがですね出てきたんですよね。表層だけいい感じで絵がねわからない人にとってはこれで十分うまいんじゃないの。だけど実際の、仕事ではちょっとすぐ使えないんだよねっていう素材、これがですね、不気味の狭間という風にね言ってたんですが、これ何かっていうと、途中で止まっちゃうっていうねいろいろ理由があるんですけど、一つはねアニメとか漫画の記号っていうのかな、パターン、デフォルメされたデザインの中でこねくり回そうとしているとキャラクターに実在感がなくなるので、簡単に言うと嘘っぽく見えちゃうんだよね。絵コンテ見てキャラ表を見て描く、いや当たり前の話じゃないですか。もちろんそうです、それでいいんですよ。なんですけどこれだとねどうにもねやっぱ気持ち悪いんですよ。なんでかっていうとその人の頭の中だけのものだからなんですね。じゃあ何したらいいのって言ったらですね、自分で演技しろって話なんですよね。自分で演技するとそんなことをするしないっていうのが出てくるわけですよ。例えばね分かりやすく言うとですよ、これめちゃくちゃあるあるなんですけど、首こういう風に曲げたらですよ、肩こっちにすごい隙間できたの分かる。ですごい首が曲がったと同時に肩が少し上がって顎とこっちの曲げた方の肩こう寄ってこの逆の肩下がってますよね。今きっと首一つ曲げたらですよ、今みたいな厄介なことがね人体っていうのは起きるんですよ。皆さんねキャラ表とか自分の脳みその中でただ考えて振り向きだとどうなるかっていうと、レゴブロックみたいな感じでただ首だけ回るグイーンみたいな、ね、首だけが向くってこれないんですね。これ絶対起きないんですよ。でそういうですね本当に日常の簡単な動作動きからですね曖昧なことをそのままにして描いていくとですね、不気味になるんですよ。現実にはありえない絵をですね非現実的なデザインで描き始めるとですね、もう非現実と非現実だからなんかね気持ち悪くなるんですね。で上手い人っていうのはやっぱり現実の観察をもとにデフォルメーションしてデザインの絵を乗っけて実在感を出すわけですね。そうではなくてどっちかというと綺麗なキャラ表の絵を再現しようということに集中し、可愛いかっこいい絵を描こうっていう意識だけが先行しすぎて、キャラ偽だけに集中しすぎて実際にどう動くかなどを全く考えないでずっと描き続けると。でそうするとですね、これがまたね線がこなれてて達者だったりするとですね、これでいいんじゃないって思っちゃう人も多いんですよ。絵なんてどこまで行っても自己満の世界ですから、その気持ち悪い絵がみんな好きっていうんだったらそれでもいいのかもしれないが、ですがですねこの不気味の狭間っていうのはそういうことだろうって僕はね解釈しました。一つね例にとったらありえないポーズをありえないキャラクターで描いてしまうと。デザインはそもそもねアニメとか漫画ってありえないわけですよ。実際にいないじゃないですか。あんな人は美少女キャラみたいな美青年キャラはいないじゃないですか。ただそのありえないデザインに人ってこういう時こういう風になるよねというですねかすかなリアリティをですね混ぜるんですよ。そうすると本当にそのキャラクターがそこにいるかのような生々しさが出て、全部嘘ってみんな信じないんですけど、8割の本当に2割の嘘と僕は思ってるんですけど、嘘っていうと言葉が悪いな、誇張と言ったらいいんでしょうかね。デザインってそうできてるんですね。美少女キャラがなんで目がでかいのって言ったらですね、赤ちゃんとかね目がでかいじゃないですか。そうするとやっぱ守ってあげたい、可愛いなっていう気持ちになるわけですよね。だから目がでかいね、っていうところからね、過去のね先人がですね築き上げてきた歴史の中で今みたいなデザインにだんだんなっていったわけです。少女漫画のなどの影響もありつつ、もちろん手塚治虫の影響もありつつ、いろんなものが混ざって今のデザインがあるわけでしょっていうのだけをですね表層を描いてるとですね、そして頭の中だけで考えた絵の動きでずっとやっていくと、不気味の狭間にはまってしまうんですよね。なのでその解決方法としてはとにかく自分でやってみましょうよですよ。もうこれで解決ってね。ここで問題なのが自分でやるとどうなるかね、自撮りをするとどうなるか。当然ですけど気持ち悪い絵なんですよ。動きに今までは綺麗な可愛い感じでなんか描いていたのに、自分で自撮りしてみました。それちょっと見ながら描きました。下敷きにしてみました。そうするとね一旦絵が下手になる、気持ち悪くなるんですよね。逆にうまくデフォルメーションできない。でもねこれね僕はずっと自撮りはしてました。実は下手なその学生時代からもう自撮りはね欠かさなかったですよ。実際どうなるのかなってほんとずーっと積み上げてきたんですよ。
なので僕の絵は見ようによってやっぱ地味で面白くない絵かもしれないです。なんですけど、その積み上げてった自分の中でこうなってる、ああなってるっていうですね、確固たるものをね、キャラクターに実在感を込めようっていうことはずーっとやってきたんですよ。で、そうするとデフォルメーションと、融合していくとすごい説得力がやっぱ出てくるんですよ、絵に。実際にそういうことするよねみたいな、自分で分かんないと思ったらすぐ自分でやってみて、それを描くっていうことをずっと続けることによって、こういう時はこういう風に見える、こういう時はこういう風に見えるっていうですね、自分の中での確かな絵の貯金みたいなのが増えていくんですよね。だからそのね、不気味の狭間っていうのは本来はするべきだった絵の確かな貯金がなく、自分の描けるものでどうにかやりくりしようっていうのがその不気味の狭間に至る流れなんですよ。そして一回も下手な絵を描きたくないっていうね、絵は上手くなるためにちょっと下手になる瞬間が必要なんですね。そういうのが嫌で、なんかやっぱ綺麗な絵しか描きたくないとね。そうするとですね、不気味の狭間の不気味の谷に落ちてしまうってことですよ。はいそれの解決方法みたいな感じでツイートしました。基本からちゃんと積み上げようねっていう地味な練習をちゃんとやりましょうよっていうことですよね。膝、足首、どこら辺にどういう風にあるのみたいな、ぼんやりなんとなく書いてるとずっとですね、積み上げにならないんで、やっぱりね、地味にちゃんと毎回そう基本を抑える、比率を合わせる、っていうことですね。着実に進めていった方が最終的に早くうまく描けるようになるんじゃないかなっていうのが僕の考え方なんですけど、不気味の狭間とは何かというと、自分のいつもの描ける形に固執するということなんですよ。もうこれに尽きるんですよ。もうそこから拡張がないから、ずっと同じ絵をですね、ずっとテンプレートですね、自分の中での決まった記号パターンでずっとやっちゃうと。これがですね、もう本当その不気味の狭間から逃げられない一番の理由なんですよね。なのでそこから脱出するにはそれしかないんですよ。